みんないい子にしてたかな。今日も元気なのだ。ずんだもんなのだ。さあ、今日はみんな大好きアメリカ合衆国を深掘りしていくのだ。でもみんな知ってたのだ。アメリカ合衆国の国歌、あの勇ましい星条旗のメロディー、実はなんとイギリスの紳士たちが酒を酌み交わしながら歌っていた曲が元ネタなのだ。まさかの酒盛りソングだったなんて、ずんだもんもびっくりしたのだ。今日はそんなアメリカから全部で5つのニュースをお届けするのだ。中でも特に注目なのが1つ目のニュースなのだ。これは戦争だ。テキサス州選挙区再編、新たな対立の火種に5つの焦点という記事なのだ。今テキサス州で選挙区の地図をめぐって大きな戦いが起こっているのだ。共和党の議員さんたちがトランプ元大統領さんの意向を受けて議会の選挙区を大きく変えようとしているのだ。これはゲリマンダーって呼ばれるもので、共和党が議会での多数派をしっかり守るために民主党に不利な新しい選挙区を5つも作っちゃおうとしているみたいなのだ。特に黒人さんやヒスパニック系の人たちの投票権が奪われるかもしれないって心配されているのだ。これに強く反発したテキサスの民主党議員さんたちはなんと州の外に脱出しちゃったのだ。これは議会の定則数を満たさせないようにしてこの区割り変更の法案を通させないためのとっても思い切った作戦なのだ。でもテキサス州知事のアボットさんはこの民主党議員さんたちの行動を厳しく非難しているのだ。早く戻ってこないと追放しちゃうぞとか有罪になるかもで刑事告発までちらつかせて脅しているのだ。州の検事総長さんも探し出して逮捕して連れ戻すって言ってるから話がますますヒートアップしているのだ。他の州の民主党知事さんたちもこの戦いを見過ごしていないのだ。ニューヨーク州のキャシー・ホークル知事さんはこれは戦争なのだ、手加減なしなのだって宣言して、もしテキサスの計画が進んだら次州で民主党に有利な新しい区割りを作る準備をしているのだ。イリノイ州やカリフォルニア州の知事さんも同じように民主主義のために戦うって言っているのだ。この選挙区の戦いはトランプさんの残りの任期での権力や2026年の中間選挙の結果にとっても大きな影響を与える可能性があるのだ。もし民主党が議会の多数派を取り戻せたらトランプさんの政策を阻止したり、もしかしたら3度目の弾劾手続きを始めたりすることだってありえるのだ。共和党はテキサス州だけでなくオハイオ州など他の州でも似たような区割り変更を進めようとしているのだ。これはアメリカ全土で繰り広げられているとっても重要な戦いなのだ。みんなが公平に投票できることがずんだもんは一番大事だと思うのだ。この動画が面白いって思ったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくなのだ。さあ今日も一緒にアメリカの意外な側面と最新ニュースをじっくり見ていくのだ。世界を代表する大国アメリカ合衆国をご紹介するのだ。この国は北アメリカ大陸に広がる広大な国で太平洋と大西洋に面しているのだ。首都はワシントン DC で政治の中心地として知られているのだよ。歴史を少しだけ紐解くと、もともとはイギリスの植民地だったけど1776年に独立を宣言して自由と民主主義を追求する国として歩み始めたのだ。大統領制を敷いていて国民が選んだ大統領が国を導いている共和制の国なのだ。人口はなんと約3億3000万人もいて世界でも有数の多民族多文化国家なのだ。様々なルーツを持つ人々が暮らしているから街を歩けば本当にいろいろな文化に出会えるのが魅力なのだよ。経済面では IT 産業や金融、エンターテイメント産業が特に有名で世界のトレンドを生み出しているのだ。ハリウッド映画やジャズ、ロック音楽は世界中で親しまれているし自由で多様な文化が息づいているのだ。広大な国土にはグランドキャニオンのような雄大な自然からニューヨークやロサンゼルスのような大都市まで本当にいろいろな顔を持っ
最近だと AI 技術の発展や宇宙開発といった最先端の分野で常に世界の注目を集めているのだ。また人種や社会の多様性について国全体でより良い社会を目指そうと活発な議論が続けられているのだよ。自由と多様性が息づくアメリカ合衆国は常に進化し続けるダイナミックな国なのだ。一つ目のニュースなのだ。これは戦争だ。テキサス州選挙区再編。新たな対立の火種に5つの焦点という記事なのだ。今、テキサス州で選挙区の地図をめぐって大きな戦いが起こっているのだ。共和党の議員さんたちがトランプ元大統領さんの意向を受けて議会の選挙区を大きく変えようとしているのだ。これはゲリマンダーって呼ばれるもので、共和党が議会での多数派をしっかり守るために民主党に不利な新しい選挙区を5つも作っちゃおうとしているみたいなのだ。特に黒人さんやヒスパニック系の人たちの投票権が奪われるかもしれないって心配されているのだ。これに強く反発したテキサスの民主党議員さんたちはなんと州の外に脱出しちゃったのだ。これは議会の定則数を満たさせないようにしてこの区割り変更の法案を通させないためのとっても思い切った作戦なのだ。でもテキサス州知事のアボットさんはこの民主党議員さんたちの行動を厳しく非難しているのだ。早く戻ってこないと追放しちゃうぞとか重罪になるかもって刑事告発までちらつかせて脅しているのだ。州の検事総長さんも探し出して逮捕して連れ戻すって言ってるから話がますますヒートアップしているのだ。他の州の民主党知事さんたちもこの戦いを見過ごしていないのだ。ニューヨーク州のキャシー・ホークル知事さんはこれは戦争なのだ、手加減なしなのだって宣言して、もしテキサスの計画が進んだら自州で民主党に有利な新しい区割りを作る準備をしているのだ。イリノイ州やカリフォルニア州の知事さんも同じように民主主義のために戦うって言っているのだ。この選挙区の戦いはトランプさんの残りの任期での権力や2026年の中間選挙の結果にとっても大きな影響を与える可能性があるのだ。もし民主党が議会の多数派を取り戻せたらトランプさんの政策を阻止したり、もしかしたら3度目の弾劾手続きを始めたりすることだってあり得るのだ。共和党はテキサス州だけでなくオハイオ州など他の州でも似たような区割り変更を進めようとしているのだ。これはアメリカ全土で繰り広げられているとっても重要な戦いなのだ。みんなが公平に投票できることが済んだもんは一番大事だと思うのだ。二つ目のニュースなのだ。トランプ氏、ローズガーデン改修は大好評と発言という記事なのだ。ホワイトハウスのローズガーデンがトランプ大統領さんの手で大変身したのだ。これまでは広々とした芝生だったんだけど、今はピカピカの白い石のパティオになっちゃったのだ。この改修についてトランプ大統領さんはみんなからすごく良い評価をもらっているのだってとっても嬉しそうに言ってるのだ。どうしてこんなに大きく変えたかというと、実はちゃんと理由があるのだ。大統領さんによると、昔の芝生のローズガーデンは記者会見とか大事なイベントを開くときに困ることが多かったらしいのだ。芝生だからみんなが歩くと泥だらけになっちゃうし、特に雨が降ると地面がぐちゃぐちゃになって乾くのに何日もかかっちゃってなかなか使えなかったそうなんだ。これじゃあせっかくのローズガーデンもイベントには向かなかったのだ。でも新しいパティオはもう大丈夫なのだ。このパティオは大統領さんがフロリダに持ってるリゾートにあるパティオとそっくりなんだって。すごく美しい白い石でできてて、ホワイトハウスの建物と同じ色なんだって言ってるのだ。しかも排水機能もバッチリついてるし、周りにはホワイトハウスの紋章も入ってるのだ。白い石だから太陽の光を反射してパティオが熱くなりにくいのもポイントらしいのだ。最高の出来栄えなのだ。で、大統領さんも自信満々なのだ。このローズガーデンの改修にかかった費用はまだオフィシャリー発表されてないの
でも民間のお金を募って活動してる非営利団体が費用を出してくれているらしいのだ。だから納税者のお金ではないらしいのだ。この団体は2007年から7500万ドル以上もの修復プロジェクトを支援してきたんだって。すごいのだ。そしてね、ローズガーデンだけじゃなくてトランプ大統領さんはホワイトハウスを他にもいろいろと変えちゃってるのだ。なんと2億ドルもかけてお屋敷の東側にものすごく大きなボールルームを作る計画を発表したばかりなのだ。これは自分のポケットマネーと寄付で賄うって言ってるのだ。来月から工事が始まる予定らしいのだ。それからオーバルオフィスも新しい金色の刺繍で豪華に変えちゃったし、北と南の芝生には空高くそびえる旗竿も2本立てちゃったのだ。トランプ大統領さん、ホワイトハウスを自分好みにどんどんカスタマイズしてるのだ。まさにトランプ流のホワイトハウスなのだ。3つ目のニュースなのだ。数百万ドルの保釈金申請も虚しく再び保釈却下という記事なのだ。人気ラッパーのショーン・コムズさんの保釈がなんと5000万ドルという高額な請求にもかかわらず、また却下されちゃったのだ。コムズさんは10月に判決を受ける予定で、それまでずっと刑務所にいなくちゃいけないのだ。アロン・スブラマニアン判事は、コムズさんが釈放されても公衆にとって危険じゃなく、逃げ出す恐れもないってことを明白な証拠で示せなかったから却下したのだ。判事は、コムズさんの過去の家庭内暴力の歴史をとても重要視しているのだ。特に元交際相手のシェーンさんが2024年6月に首を絞められたり引きずられたりしたって証言したことがあったのだ。その時コムズさんはすでに捜査中なのを知っていたのにひどいことをしたとされているのだ。それに別の元交際相手である歌手のキャシー・レンチュラさんの長年の虐待疑惑についてもコムズさんのチームが家庭内暴力は認めますって言っちゃったことがあるのだ。これじゃあ危険じゃないって証明するのは不可能だって判事も言っているのだ。コムズさんは7月に売春行為を目的とした輸送に関する2つの容疑で有罪判決を受けていて、その判決の取り消しや新しい裁判を求めているのだ。コムズさんの弁護士は売春を目的とした宗教を超えた輸送を禁じるマンホの適用が前例のないことで差別的な執行の恐れがあるって主張しているのだ。コムズさん側は自分たちの行為はスウィンガーズライフスタイルの一部として覗き見にお金を払っただけで売春じゃないって言っているのだ。でも検察側は全く違う見方をしていて、キャシーさんとジェーンさんはコムズさんによって殴られたり強制されたり脅されたり嘘をつかれたりして被害者になったって主張しているのだ。コムズさんはまだ収監されたままで今後の展開に注目が集まるのだ。4つ目のニュースなのだ。体の本当の老化はいつから始まる？意外な答えという記事なのだ。ねえねえ、みんな体が本当に酔い始めるのっていつからだと思うのだ？新しい研究結果がちょっとびっくりなことを教えてくれたのだ。これまで多くの人が50歳を過ぎてからって思ってたかもしれないけど、中国の科学者さんたちが14歳から68歳までの人たちの細胞を詳しく調べたのだ。体の中のタンパク質っていうのが細胞が年を取るとうまく作れなくなるサインになるんだって。それで分かったのは、体全体の臓器ではなんと45歳から55歳にかけて加齢がぐーんと加速するってことなのだ。思ってたより早いのだね。しかも臓器によって老化のスピードが違うのも面白いのだ。脾臓とか心臓につながる太い血管の大動脈、ホルモンを作る副腎はなんと30歳くらいから老化の兆候が見え始めるんだって。特に大動脈は45歳から55歳でタンパク質が大きく変わるらしいのだ。ニューヨーク大学の教授さんが、これは臓器の老化のとっても素敵なロードマップだって言ってたのだ。この研究は将来老いに関連する病気の治療に役立つかも
もしれないし、みんなの寿命だけじゃなくて健康な期間、つまり健康寿命を伸ばすことにもつながるんだって。これはワクワクするのだって興奮してたのだ。お医者さんによると、この研究は人生の後半からでも健康に過ごせる期間を変えるチャンスがあるって教えてくれてるのだ。ただしそのチャンスの窓はそんなに長くはないらしいのだ。健康寿命を長く保つための秘訣も教えてもらったのだ。それは血圧や血糖値、コレステロールを健康的なレベルに保つこと、タバコは吸わないこと、お酒は控えめにすることなのだ。食事や運動、遺伝、それにちょっとした運も関係するけど、この研究は遅すぎるってことはないんだよって励ましてくれてるのだ。45歳から50歳くらいで生活習慣を変えれば、細胞レベルで考えてもなんと最大10年も健康な人生をプラスできる可能性があるんだって。すごいのだ。5つ目のニュースなのだ。スティーブン・コルベア、別の CBS 番組で深夜番組司会者に決定という記事なのだ。スティーブン・コルベアさんが自身の人気番組さあレイトショーが2026年5月に終了するって発表したのに、もう新しいお仕事を見つけたみたいなのだ。 CBS のドラマエルスベスのシーズン3で深夜番組の司会者役を演じることになったのだ。このドラマはグッドワイフのスピンオフで弁護士が探偵みたいなことをするお話なのだ。実はコルベアさん以前からエルスベス死体役をやってみたいって冗談を言ってたのだ。レタス箱の裏で発見される死体とか具体的な希望まで話してたから面白いのだ。さあレイトショーの突然の終了にはトランプ大統領に配慮したんじゃないかっていう批判もあるけど、 CBS は純粋に財政的な理由なのだって説明してるのだ。エルスベスは10月12日からシーズン3が始まるのだ。これまでにジェーン・クラコースキーさんとかたくさんの有名な俳優さんがゲスト出演しているのだ。コルベアさんが俳優として出演するのはちょっと珍しいことなのだ。最近ではアニメ映画怪盗グルーのミニオン大脱走4で声優をしたり、ドラマガールズゴエバにも出てたのだ。以前の番組さあコルベアレポートでも架空の保守派コメンテーターを演じてたから演技の経験はたくさんあるのだ。さあレイトショーが終わった後、コルベアさんがどうするのかはまだはっきりしてないのだ。でも最近のインタビューではもしかしたら自分のポッドキャストを始めるかもしれないって匂わせてるのだ。新しい挑戦も楽しみなのだ。今日のニュースでアメリカの多様な側面が見えてきたのだ。政治の公平性や社会の課題、そして最先端の健康情報まで常に進化し続けるダイナミックな国なのだね。これからも目が離せないのだ。みんなも健康に過ごすのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。